バーチャル YouTuber キズナアイです。今日は世間で言われているいろんな声を受けてこの企画をやることを決意しました。愛ちゃんすごい。キズナアイは止まることを知らない。すごく嬉しいです。褒められるとすごく思うんです。頑張ってよかったな、こんなに言ってもらえて幸せだなってコメントや SNS いつも見てます。本当に元気が出ます。でもそんなに褒められるばかりじゃないんです。たくさんしくじってきて今があります。だから今日は新人バーチャル YouTuber そして未来のバーチャル YouTuber に向けて私のしくじりを紹介したいと思います。へえ、愛ちゃんに失敗なんてあるの？バーチャル界のパイオニアなのに？いやー、実はむちゃくちゃあるんですよ。それでは早速教科書を開いてください。最初のページ、王道にとらわれすぎたバーチャル YouTuber。王道を気にしすぎてしまい、これは言わない方がいいのかな、これってやっても大丈夫なのと考え込んでしまい、流行りに乗り遅れてしまうわけです。でも愛ちゃん流行り物とかやってるイメージあります。確かにやってはいます。結果はそうなんです。でも一番熱い瞬間は逃し続けているんです。じゃあ次のページ、13%。はい、この数字は何でしょうか？何？世界中の人間が i チャンネルを登録している数？惜しいけど違います。正解はチャンネル登録者数を10本の動画の平均再生数で割った数です。つまりチャンネル登録をしてくれている人の中でどれくらいの人が動画を見てくれているかってことですね。さわ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 。さらにここから他の方と比較してみましょう。82%、44%、46%。順番にかぐやるなさん、未来あかりさん、電脳少女シロさんです。今をかける人気者の皆さんですが、比べるとまあそういうことです。もうこれはしくじりと言わずに何と言うって感じですよ。ただ私も黙ってしくじり続けているわけじゃないです。いろいろ試行錯誤しているわけです。次のページを見てください。パシフィックリム。流行りに乗ることが大事だと思っていろいろ調べました。そうしたらパシフィックリムっていう映画のパート2が出ると知りました。このネタに乗っかれば再生回数伸びると思ったんです。その結果がこちら、11万5189。全く伸びませんでした。過去に調子に乗って自分の首を絞めてしまったこともありました。視聴者の皆さんの意見を聞こうと思ってやってほしいことを募集したんですよ。そしたらスナックアイを復活してほしいって声が多くて、じゃあ30万再生達成したらリニューアルしようって思ったんですけど、結局達成するのに半年かかりましたからね。他にはコラボ動画とか楽しそうだし、みんなも見たいって思ってくれてそうだからやりたいなって思ってたんですけど、本当に私がコラボしてもいいのかな、迷惑かけないかなって考えてたら、自分から声かけらんない。もちろん私だっていろいろ考えたんですよ。こうなっちゃった原因を。それで気づいたんです。私気にしすぎてたなって。みんなから親分って言われて、バーチャル YouTuber を代表する存在って言われて、いろんなことを考えすぎてた。ただ純粋な気持ちでやったことも炎上しちゃったり、みんなから心配されたり、ファンのみんなにがっかりしてほしくなくて、すごく考えすぎてました。でも他のバーチャル YouTuber さんを見ていると、みんなのびのびと好きなことをやっているのを見てこう思ったんです。それじゃあ最後のページ、好きなことで生きていく。まあ王道とか邪道とかそういうのじゃないんですよね。もちろんみんなの期待を裏切りたくはないし、いつも私の動画を見て嫌なことを忘れられてほしいって思います。でもこれは絶対にうまくいかないとか絶対にうまくいくとか、そんなのこのスーパー AI でも分かりません。だったら一番の原点に戻って活動する意味であったり、私自身が楽しむこと、好きなことで生きていく。これってこれを聞いてくれている皆さんも一緒だと思うんです。いろんなことを考えなきゃいけないけど、考えて考え切ってもダメなことって絶対あります。その時はその時、そう思えるようにしっかり考えるし行動する。でも最後は好きなことで生きよう。今日も見てくださってありがとうございました。いつも見てくださっている方がいるおかげで私は好きなことで生きていけます。これからもよろしくお願いします。それではバーチャル YouTuber キズナアイでした。